さん家の蔵。やっぱりそうなんですか。そうなんですよ。土砂の山からのが山から来たのが翌朝までの夜にここまで積もったんで。うわあ、ひどい。もう土砂もそうですけど流木もすごい。もう神社の屋根のところまで土砂が溜まって完全に後ろから押されで傾いている状態ですね。はあ。なおさんでもね。100何十年のお家の作業ならだで。この間寝てたからです。ほら車進んでぐらい見てるしかできやと。こうやって見ると本当でこの土砂の厚み本当に大きいなって思います。1メートル以上、1メートル4、50あるところもあるかなと思いますけれども。ああいうところも問題だわ、こっちって言っても。ほら。わかりました。今日大沢初めて。そうです。ありがとうございます。もうだいぶここら辺綺麗になりましたね。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、今日は8月13日、君畑橋の様子です。水道管は仮の水道管、橋渡ってますけれども、まだ君畑の集落は水道は出ていないようです。溜まった土砂を軽トラ出すために掘った形ですね、これは。ここも完全に突き破って入ってきたって感じですね。ここら辺も土砂が入り込んでめちゃくちゃな状態です。ここら辺は昔使っていたトラクター、かなり泥が堆積しています。なんか壊すのも壊せないし。そうなんですよ。壊すのもお金かかるから、正直もうこのまんまの状態にしとくしかない人がほとんどだと思いますね。
々に酒田に来て涼しいと思いました。ああ、そっかそっか。なんか最近やっぱ酒田もかなり暑くなってますね。うんうんうん。でもここ、やっぱ川の脇は涼しいよね。うん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 。違う。うんうんうん。ここも片付けしたのかな。ああ、ビニールハウスも完全に。ここも橋に続く道が崩落したのかな。ここも大規模に土砂崩れ、山が崩れて、人で足り出ますか？はい。ここは重機でここら辺の流木とかはのけたんかな。正一さん家の蔵。この中さ、いろんなお宝が、大事なものが埋まっているということです。いろんなところで大活躍してたトラクター、これも使えそうにありません。でこっから全部マコも植えてたんけど、ここも全部埋まってしまったから。思ったよね。かなりの数ありましたもんね。ここまで育ってるじゃないですか。まあ厳しそうだけどね。じゃあ大沢小学校出身で。そう、でも私転校しちゃったので、そうなんですか。新しくできたよっていう時にそこにあった小学校から移って2年くらいで、であと博多の方に引っ越した。ああ、そうなんですね。だから中見たらこうなんか懐かしいな。でも作業してらっしゃる方がいますよね。だ。一応作業は進んではいるんだと思うんですけどね。でもちょっと酔いでない。ですよね。これがね、使えればあれなんだけど。やっぱりそうなんですか。そうなんですよ。土砂の山からのが。山から来たのが翌朝までの夜にここまで積もったんで。徐々に。だんだん夜、豪雨当日の夜は30センチぐらいしか積もってなかったらしいんだよ。で山から徐々にこう流れてきて、でもあくる日になったらびっくり。この状態。結構深い川だったよ。そんなに急な川じゃなくて緩い川だったんですよね。まあある一定のあれが感じにどーっと、ただそんなに緩いのでそんなに急な流れというかあれじゃないもんだから、それが急ですとそのままドーンといくと
住宅全部やられちゃうからね、でもおかしくないんだけども、でも沢がそんなに急じゃないので、そんなにそこまでのエネルギーがなかったというか。ここのちっちゃい沢でこの土砂が溜まってしまった状態です。ああ、午前中こっちやってんだ、遠藤建設さん。はい、今日も、遠藤建設さんがボランティアで入っていただいております。はい、ここら辺がなんだ川上神社の隣の駐車場のあたり、ここも流木がだいぶ積み重なっている状態。ああ、もう入れない。鳥居の高さまで土砂が入り込んでしまったので、この看板だけ無事ですね。はあ、うわあ、ひどい。この境内の中ももう流木で完全にこれ入れない状態。いや、すごいな。もう土砂もそうですけど流木もすごい、もう神社の屋根のところまで土砂が溜まっている状況です。はあ、これも滝の方から来たんかな。滝の上の方から、流れてきたんでしょうか。山の上からも土砂が流れてきて、このものすごい量の土砂が溜まってしまいました。この川上神社の、建物自体ももう完全に後ろから押されで傾いてる状態ですね。もうこれ神社の長さはもう当分入れない状態です。いやー、すごい状態だ。人体大丈夫かしら。これ若巫女の神社のあたりですけれども、こっちの堰の水がもう流れていけないので、こっちにもう染み出してきている状態ですね。はあ、ここも結構流木が行く手を阻んでいますが、もう行けないことはない。はあ、だいぶ大きい石が転がってきてる状態が、鉄門会の石碑は無事です。この木に守られてたんだな。江戸の山。鉄門会っていう人が川の氾濫とか疫病とかを治めるためにお祓いをしたりとかいう活動をいろんなところで続けてて、そのためのこの証の石碑なんですけど、多分これ石碑ができた時はこの木がまだちっちゃかったんですよ。でそれが200年ぐらいでこう大きくなって飲み込んでった石碑を。
でそれを見えるように集落の人がチェーンソーで切り開いて見えるようにした。はい、神社は無傷。神社は大丈夫。やっぱ高いところにあるから神社は大丈夫ですね。ここら辺はちょっと流木が流れてきてますが、神社は大丈夫です。やっぱ高いところにあるの神社は大丈夫なんだな。ありがとうございます。また。ありがとうございます。本はい、当に気をつけて。ありがとうございます。はい、こっちは山水道で前から出てたわけですけれども、こっちが上水道。お、出るようになりました。はい、山の上の方の、マコモタケ植えてる農地、土砂の流入はありました。ここら辺が、こっちから来た土砂入ってまして、もう水路も結構埋まってる状態です。ただマコモタケに関してはまあここら辺は普通に水が溜まってる状態なので大丈夫そうです。ここら辺もやっぱり泥が溜まってしまってる部分もあるので、ここら辺どう処理するかですね。はい、今日は8月の15日。いやすごいな、だいぶ上がったんの。うちの中みんなこうやって焼いて私がだってみんなハウスもみんな横たわってこっち側酸素みたいなのがここまで水入ったんだし。でほらここだろう。ここは壊す。直さんでもね。浮いててか。こんなの植えたくらい、こういうの植えたくらいならあるてんだ。この木も浮いたんけやと。ほら灯油の缶。あっちだったんよ。玄関の。あっちから流れてきて。後ろ通ってこうあっといたしてゴーッと水流ってそっちへ行った時にだと思う。こんなとこさ灯油の缶来る寺っての。100何十年のおうちの作業ならだでか。直すことできねえもん。本当に直すことできねえ家多いの。だろう。でもどこの家も仏壇だけ綺麗に残ったの。水同じようにかぶってんなんでも、でもまずはほら大事な本堂さんとあとお願いしてもらって、皆さんからお願いしてもらうことしかないの。すごいけ。みんなこうひっくり返ってサイドボードから何からみんな焦げなってての。でも花だけ
横たわってた間だけでも生きたっけな、水かけたば元気になってきた。あで昨日中国人みたいな人の女ーうんうんの子で、金具うんうんもらっていていいですかって言ったんけ、うんで、いやこれ行政の方でみんなしてくれると思うんでもって、うん行政ですって言ったんけ、いや行政って言われてもなんか違う感じするんでもともとね、いい行政っては仕入れしてくって申し上げてて、あんたまだこんなん持っていく時稲だけ持っていって、いらねえなほなへさボロボロで落とされてももっとこまってあげてって言うても、いや花子さんみんな持ってきますって言ったんけ、これ保護と保護さんみんな金があんでるわ、2回も回ってきたっけ。この餌ルスポップ使っていいよ。うんうんこの間寝てたから。寝ないでくれ。長さ入れておいで。長さを。立てかけてな。材木は米田の上さんげとこぎやろうかな。でもう一枚。ちょっと離してもいいさけや。上着。これがすごいな。細々正一さんのトラクターも奥に見えます。うちのほら立派なっていうのは。ああいうところも問題だわ、こっちって言っても。ほら。わかりました。今日大沢初めて。ありがとうございます。ちょっとずつここら辺の片付けも進んできているようです。お疲れ様です。
やく青沢のここら辺、家の前から小籔寺のあたりですけれども、この道路の土砂の撤去、ようやく重機が入って、土砂がのけられていくっていう作業に今日から入ったようです。こうやって見ると本当で、この土砂のこの積み重なってしまった厚み、本当に大きいなって思います。1メートル以上、1メートル4、50あるところもあるかなと思いますけれども、こうやって一歩一歩なんとか作業が進んでいくことを願っております。こっちから入れる。本当はこう行き来できるとこではないんですけど、土砂が積もって。私目線欲しいわ。ほら車進んでぐらい見てるしかできやと。いやー、土砂の進んでおります。土砂の手進んでいる状況ですね。もうだいぶここら辺綺麗になりましたね。
りがたいやつくん。いや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 おかげさまでありがとうございますあっことこっちできた。あ、よかったです。渡るくんの奥さんもこらっていい。うんうん。いまずなんぼでもね。や、なのありがとうございます。結構いろんな場所でボランティアされてるんですか？行ったのは本当に今回の大スカの雨ので湯里を探した仕事なので、ああ、綺麗だった。